土日に寝だめしてるのに、月曜になってもまだ眠い。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは、なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらです。この登場人物は土日に寝だめをしているのに疲れが取れないという悩みを抱えている方なんです。皆さんも同じように悩んだことはないでしょうか？そこでこの本に書かれている3つのポイントを使って登場人物の悩みを解決していくストーリーをこれから紹介していきたいと思います。最終的にこの登場人物がどんな未来を手に入れたのか、ぜひ注目しながら見てみてください。今回ご紹介するのはニュートンが発行している睡眠の教科書という本です。皆さんは睡眠が大切だと思いますか？おそらくこの質問をして大切ではないという人はいないと思います。しかし多くの人が十分な睡眠をとっていないんですよね。特に日本人の睡眠時間の平均は7時間22分だとこの本には書いてあります。先進国33カ国の平均は8時間27分なので1時間ぐらい少ないんですよね。しかも先進国33カ国中ワースト1位なんです。これはいろいろな年齢の人の平均なので、社会人だけで見ると実際はもっと少ないと思います。なぜ日本人の睡眠時間が少ないんでしょう？この本では、日本は長期間にわたる経済の低迷で多くの仕事をしなければならず、睡眠時間が少なくなっていると書いてあります。確かにそうかもしれませんが、これそれだけではないですよね。最近は面白いネットフリックスとかインスタグラムとか好奇心を煽るものがたくさんあるので、どうしても寝る前に見てしまって睡眠時間が少なくなっている人っていうのは、私を含めてたくさんいると思います。これから紹介する登場人物は、そんな誰にでも当てはまりそうな睡眠不足になっている方なんです。それでは紹介いたします。ユミさん40歳会社員の方です。睡眠不足が常態化してしまっていて、週末に寝だめをする生活をしているんです。昔はなんとかなっていたんですけど、最近は疲れが取れず、よく眠気に襲われるんだそうです。仕事が終わって家に帰ると、今日は早く寝ようと思っていたはずなのに、気づけばスマホをいじったり、ネットフリックスを見たりと、ダラダラと過ごしてしまいがちなんだそうです。結局ベッドに入るのはいつも深夜1時なんだそうです。昔から寝る前にエアコンを切って寝なさいと親に言われて育ったため、夏は扇風機、冬は布団にくるまって寒くても我慢しているということなんですね。そして都会の方に住んでいるため、夜でもカーテンから明かりが差し込んでくるんだそうです。翌朝6時に目覚ましが鳴って、ユミさんは重たい体を起こして急いで会社に行く準備を始めるんですね。電車に乗るといつも座席に腰掛けてそのまま目を閉じるんです。乗車中はほとんど眠ってしまい、目的の駅に着く直前で目を覚ますっていうのが日課になっています。そんなユミさんは、土日にたくさん寝だめをしているのに、月曜になっても疲れが全然取れないな、眠たいというふうに感じてるんだそうです。そこでユミさんの目的を睡眠不足を解消し、健康な生活を取り戻すことに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のユミさんの悩みに当てはめていき、どうしたらユミさんの悩みが解決し、目的を達成できるのか、ということについてこれから説明をしていきたいと思います。1つ目のポイントは、睡眠リズムを見直すです。睡眠リズムを整えるには、自分が朝型か夜型かっていうクロノタイプを知ることが重要なんですね。実は全員が早寝早起きっていうのが正解ではないということなんですね。ではどうやってこのクロノタイプを確認すればいいのかというと、この朝型夜型質問紙 MEQ っていうのを使えば判別可能ですので、これぜひ試してみてください。概要欄にリンクを貼っておきますね。ちなみに私もやってみたのですが、これ中間型でした。5から10分あればできますので、ぜひ試してみてください。もしくは、ピロースリープトラッカーというアプリを使えば、簡単にクロノタイプを知ることができるということですので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきます。実はこのクロノタイプっていうのは、年齢によっても変化するそうなんですね。年を取ってくると、目覚める時間が早くなったりするのは、このせいなんです。その時々で自分のクロノタイプを知ることが大切ということなんですね。また、睡眠リズムを整えるためには、決まった時間に起きることと、決まった時間に寝ることが大切になりますよね。決まった時間に起きるためには、太陽の光を浴びることが有効です。強い光で体内時計がリセットされるんですね。
もしもクロノタイプのズレで朝が少し遅い夜型の人は、自動カーテンで決まった時間に日の光を浴びるということが良いと思います。決まった時間に寝るためには、寝る前にスマホの使用を避けることが重要です。夜にブルーライトを浴びると体内時計が遅れてしまって眠りにくくなってしまうんですね。といっても夜に携帯を使用しないのは難しいですよね。例えばその代わりにブルーライトカットのシートを携帯に貼るというのがいいと思います。またスマホの代わりにリラックスできる音楽を聴くというのもいいですよね。携帯に目覚まし機能がついていると思うんですが、これを使う際についつい携帯をいじってしまうということがあるので、目覚ましのセットは専用の目覚まし時計を横に置いて携帯をいじる機会を作らないということが解決策になると思います。二つ目のポイントは睡眠時間の見直しです。快適な睡眠時間を確保するには、自分に必要な睡眠時間を把握することが大切なんですね。しかし自分がどれぐらい睡眠時間を取ればいいのか、なんとなくしかこれわからないですよね。ユミさんのように土日に寝だめをして睡眠時間を確保しているという人は多いのではないでしょうか。しかしこの本でも言っているんですが、土日ぐらいでは平日の睡眠不足は解消できないということなんですね。これを少し難しい言葉で言うと、睡眠負債というそうです。睡眠をお金として捉えている表現ですね。要するに、睡眠の借金ということなんです。睡眠には浅い眠りのレム睡眠と深い眠りのノンレム睡眠があるんですが、この深い睡眠のノンレム睡眠を確保することが睡眠の借金を返すことにつながるんです。特にここで示しているステージ3のノンレム睡眠の時間は大切です。このレム睡眠とノンレム睡眠は繰り返しやってくるんですが、睡眠時間が少ないと当然、ノンレム睡眠の時間をあまり確保できないということになりますよね。自分がどれだけ睡眠負債を抱えているのかわからないと思うので、まずは2週間分の睡眠日誌をつけて、平日と休日の睡眠時間の差を確認してみてください。睡眠の差が2時間以上ある場合、睡眠負債が溜まっている可能性があります。この本に書かれている実験では、睡眠負債が40分溜まっているだけなのに、それを返済するのには、規則正しい睡眠をなんと3週間も続けないとダメだったというふうに書いてあるんですよね。要するに、土日の2日間ぐらいでは返済できないということなんです。もし平日と休日の睡眠時間にほとんど差がなく快適な日々を過ごせているのであれば、それが皆さんにとっての必要な睡眠時間です。より正確に確かめるためには、例えば毎日8時間寝ると決めて、それを1から2週間繰り返し、もっと眠いと思わなければ8時間が必要な睡眠時間になるということなんですね。3つ目のポイントは睡眠時の質を高めるです。朝型、夜型のクロノタイプや睡眠時間も大切なんですけど、睡眠の質というのもとても大切です。最近は睡眠の質を向上させる枕とかもありますよね。それらも重要だと思うんですけど、この本ではズバリ快眠の3条件は暗さ、静けさ、快適な室温というふうに言っております。ユミさんは都会に住んでいるので、夜でもカーテン越しに光が差し込んでくるんだそうです。しかし光が差し込んでくると睡眠を助けるメラトニンという物質が放出されなくなってしまうので眠れなくなってしまうんです。そのため遮光カーテンを使用しつつ朝起きたら自然光を取り入れるカーテンを選んだ方が良いでしょう。また静けさは睡眠において重要な要素です。特定の音楽やさざ波を聞くと眠りやすいという人はその習慣を続けるといいでしょう。ただ眠りに入った後はオフタイマーを使って静けさを保つようにした方がいいと思います。音楽はいらないけど静けさが欲しいという人は耳栓をすると快適に眠ることができると思います。次に温度管理については、日本ではユミさんと同じように多くの人がエアコンを切って寝ていると思いますが、快眠を追求するならばエアコンを使って快適な温度を維持する方がいいというふうに言われています。夏でも冬でも適温を保つことが眠りの質を高めるポイントなんですね。冬はエアコンを使ってしまうと乾燥してしまうと思うので、加湿器を使って適度な湿度を維持するようにした方がいいと思います。それではユミさんがこのポイントを守った結果どうなったかを見ていきましょう。3ヶ月後、睡眠不足はすっかり解消されて健康的な生活を送れるようになっていました。今までは土日に寝だめをしていたのですが、平日と同じ時間に起きられるようになって、自分磨きに使える時間が増えたんだそうです。ユミさんはこの時間を活用して、新しい資格を取得するために、喫茶店で勉強をしてるんだそうです。朝の喫茶店は平日よりも空いていて、快適な環境なんだそうです。
また、睡眠の質も改善したおかげで、最近はお肌の調子も良く、同僚から最近なんか肌ツヤがいいねと褒められることが増えたということです。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？睡眠は快適に生活をしていく上で本当に大切ですよね。睡眠時間も当然大切なんですが、このクロノタイプ、睡眠時間、睡眠の質という3つを最適にすることがとても重要です。すべてをいきなり行うのは難しいと思うので、まずはクロノタイプを確かめてみようとか、睡眠の質から高めてみるとか、といった感じで、一つずつですね、試していくといいと思います。これら3つが最適になった時には、きっと皆さんの睡眠は快適なものになると思います。ここまで動画を見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。